こんにちは、メイです。ついにシトロン島シーズン2最後のクリエイト、島の端っこにポツンとたぬき商店を作ります。完成が楽しみだなと思った方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。残っているところをすべて作るので、今回も広範囲になります。作りかけの道路から島の端まで作ります。まずここが1つ目。リンゴ農家と住宅街の間の縦長の土地。マップだとこの辺り。2つ目は右上の土地すべてですね。2に向かうほど町から外れた錆びれた感じを出していきます。2の土地はここですね。住宅街の真裏です。まずは奥の土地と手前の崖をつなげます。この細長い土地をどうしてくれようと悩みましたが、結局通路しか活路を見出せませんでした。不便だったので崖がつながって便利に。2の土地の方とつながったので、ここにちょうど橋が来るように川を作ります。崖幅は縦6マスで橋がギリギリかけられる大きさにしています。今回は2段目に橋を架けまくっているので、ようやく最低幅を把握しました。リンゴ農家のカラーに合わせてこちらはレンガの橋です。一番小さいサイズの橋ですね。手前から奥に目線が抜けるようになりました。崖の手前を整備します。こちら側はかなり街な印象にしたいので、きっちり木を敷いて草を生やします。マイデザインを敷くだけでも整備された感が出ますからね。息を吐くようにシンプルなパネルを立てます。これはオランズ島でも使っていたデザインですね。さらに手前にパーゴラを。空いた隙間に石の階段を設置。これで案内所右から奥に行くときに便利になりました。階段ができたんで飾り付け続行。お城の門を置いてなんかいい感じに。都会的な要素強めになりますね。雨宿りできる場所ができました。謎の施設です。推し住民リチャードだけの裏庭を作ります。3マスの川幅に合わせて川を作り、マイデザインを貼ります。推しはとにかく優遇するという島民代表の意向です。崖は縦板の柵でちょっと隠して整備されている感を出します。ちなみにこのスペースはリチャードの庭からと階段横の崖から侵入できます。飛び石を奥に続くように敷きます。奥でくつろげるように椅子とテーブル、そして食料を。推しのリチャードだけの裏庭ができました。特別待遇枠ですね。階段から端まで整備していきます。街感を出したいところはハロウィンな柵を立てます。トゲトゲしていてお気に入り。駅に向かうための近道を作ります。剥げた地面は適当に描いたマイデザインなので配布していません。最後なので余っているマイデザイン枠を使い切ろうと思って枠の贅沢使いをしています。これで住宅街とリンゴ農家の間は完成。ちなみに釣りもできます。これで釣り大会も安心です。住宅街の裏を整備していきます。まずは崖を増やします。残っている橋もどんどん使っていこう作戦なので、こちらにも橋がかかる予定です。なので崖横幅は6マス、縦幅は一番奥まで。どんどん街の外れに行く感じにしたいので、こちらは木製の橋です。今まで石やレンガだけだったので初登場ですね。はい、橋完成。橋から橋へ道をつなげます。ここまではマイデザインの道路を使ってギリギリ人の手が加わっている感を出していきます。だんだんと錆びれさせていく、これが本日の使命ですね。まだまだこちらは鉄系の柵。住宅街を建てるときに一緒に整備されたという設定です。花を増やして島の評価を上げに行きます。ちなみに苦労して作ったこの島のレートは星2つですね。物が多すぎて通行できない、花が少ないといったありがたいお言葉をいただいております。手遅れですが最後の悪あがきですね。橋の奥は横向きの丸太の柵。ついに鉄ではなくなりました。
錆びれてまいりました。川を作っていきます。今までは水系のマイデザインを中心に貼って船を置いたりしていましたが、ついに広範囲を水の出るスコップで掘っていきます。道もついに土の道です。動物の森をしている感出ますね。こちらも木製の橋、町になり損ねた場所なので当然です。ちなみに本物の川にした理由は、そっちの方がより大自然を感じるからですね。花が咲いたので飾り付けます。ここまではちゃんと街灯やスクーターで街っぽく、バランスが悪いところは入れ替えます。住宅街の裏のちょっと整備された道ができました。そこら中水浸しでいい感じです。無事育ちました。作りかけで放置された場所を作ります。中途半端な感じを出したいので、中途半端な位置にいろいろと設置。道がつながる予定だったけど、そのまま放置された場所ができました。錆びれてきていい感じです。ここへ来てようやくたぬき商店の登場です。たぬきたぬき言いながら約7分もかかってしまったわけですね。10月固定なのでまだハロウィンしています。お店と場所を取り合うように池を掘っていきます。たぬき商店前の池ができました。これが限界の丸さです。周りを囲うように海からの風を防ぐかのように木を植えます。意識しているのは C カーブ、下に見えているのは住宅街。砂浜を経由すればお店に一番近い住民はボブですね。ここも石ではなく丸太の階段です。だんだんと自然な姿になってまいりました。途中で湖側は成長止めを行い、右から左に行くにつれ木が小さくなるようにしました。木が植えられないところは島と練り子を朽ちた木を使ってもっと錆びれさせてもよかったなぁとプチ後悔。そしたらもっと錆びれた感じが出せましたね。木の内側は麦畑を生やします。木の内側というか池の方ですね。雑草が伸び放題で手に負えない場所にします。これだけ伸びていると現実から目を背けますよね。とはいえ一応最低限お掃除をしています風に干し草のベッドと掃除用具、見せかけも大切なお仕事です。今回のためだけに描いた落ち葉を敷いていきます。配布用ではないので割と適当です。本格な赤色になる前に散った葉っぱという程度の色合いです。たぬき商店前ができました。荒れ放題で隅に追いやられた感が出てとても良いです。シトロン島シーズン2の最後の飾り付けも間もなく始まります。10秒ほどで終わるので瞬きしている間に終わりますね。山にありそうな家具を置きます。これはおやつですね。最後の飾り付けは10秒で終わりました。遠目で見るとこんな感じ。どんどん街要素が消えて自然に返される感じになったかと思います。これでシトロンとシーズン2の島クリエイトは全て終了です。街の外れにポツンとたぬき商店のクリエイトはいかがだったでしょうか。メンバー限定で完成したシトロン島に先行ご招待したいと思いますので、メンバーの方はコミュニティをチェックしてくださいね。島完成お疲れと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録はまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。